今回はトリミングをします。どうもカパラです。前回の動画見てくれましたか？ブセファランドラの育成水槽ということで、枯れない、水替えがいらない、放置できるの3拍子揃った水槽を作ったんですけど、それを2年間今回維持できました。もちろんね、完全放置です。ラップをしてるので水分も減らないですし、中に水中ポンプを仕込んでるので霧吹きも必要ありません。で、栄養のあるソイルも使ってますので液肥も不要ということで、ずーっと2年間放置してました。そしたらウィローモスの森がねできちゃってまして、見るも無残なブセファランドラ水槽。いや、これはね、もはやウィローモス水槽になってたんですよ。立ち上げて6ヶ月くらいまでは全然綺麗だったんですよ。だけどもう2年経った今、ブセファランドラがウィローモスに飲み込まれちゃってますね。どこにブセがいるのやらっていう感じなんですけど、意外にもね、ところどころウィローモスの隙間から大きな葉っぱが見えるんですよ。これはね、しっかりと育ったブセファランドラですね。もう完全にウィローモスに飲み込まれちゃってる部分もあります。これね、ブセファランドラ無事なのかなと、実は中で枯れてんじゃないかなというふうなことで、今回はこの水槽をきれいにして、で余分なウィローモスとか全部溶かして、ブセファランドラが元気に育ってるのかどうか、しっかりね確認して、で美しいブセファランドラの育成水槽を蘇らせたいと思います。さあ、まずは作業しやすいように水槽を手前に持っていきます。これが重いんですよね。20キロ、一応ね20キロぐらいなんですけど、重い、本当に。で、なんとか持ってきました。この中に溶岩石とかソイルとか詰まってて、水ちょっとなんですけど、とにかくねもう石の塊なんですよ。めちゃくちゃ重いというような感じで、本当に、この作業が一番大変でしたね。そして全体を見ていきます。もうもじゃもじゃですよね。皆さん前回見ていただいた通り、ウィローモスが伸び放題です。すごい枯れてる部分もあれば、もう湿ってる部分もありますと。中の水流を維持しているポンプとパイプがあるんですけど、そのパイプが吸盤が下に落ちちゃって、で部分的にしかね水流が当たらないっていう状態で、もう何ヶ月もなってました。で、水が当たってる部分のウィローモスは緑色で綺麗なんですけど、水しぶきの当たってない他の部分ねはもう今回枯れちゃったと、茶色くなっちゃったっていうような状態です。で、内部のそのモーターの方もちょっと見ていきます。こっちの敷き分けはね非常にうまくいきましたね。モーターに泥が入り込んで、モーター自体がねこうラッチして動かなくなっちゃったみたいなことは一回もありませんでした。で、この敷き分けにメラミンスポンジを今回使ったんですよ。これが良かったですね。メラミンスポンジでソイルとあとポンプの部分ねしっかりとこう隔てて、区画をね分けることができたということで、ソイルがそっちのポンプの方に流れないでね、でポンプの中に吸い込まれてソイルが絡まっちゃってね、ギーとか言って変な音が鳴ったりとか、ポンプが止まっちゃったっていうトラブルは一回もありませんでした。それではね、これ早速トリミングしていきますよ、ウィローモス。とりあえずね、もうこの一番でかいね目の前にあるこのもじゃもじゃっとしてる部分、これをね取り除いていきます。これはねもうウィローモスボールですよ。ウィローモスボール状態。これを取り出さすだけでもうすっきりしました。で、次にねこの下に落ち込んだ水流のパイプ、これをね元の位置に戻します。これがね下に落ちてる時は全体に水しぶきが全然いかなかったんですよね。これで数ヶ月やってたんですけど、よく枯れなかったなと、他のねブセファランドラとかが。でウィローモスだけねこの茶色く焦げて枯れたような状態になっちゃって、本当にこの水しぶきってね非常に大事なんだなっていうのは今回ちょっと感じましたね。で、ここのパイプをしっかり直せば水槽全体に水しぶきが飛びそうですよね。で、次にベゴニアビビンナッティピタを回収していきます。なかなかねこのベゴニア伸びが良かったんですけど、なんだかんだねちょっとこのぐらいの量まで減ってしまいました。
途中ねこのベゴニアめたんこ伸びたんでちょっとトリミングしたりしたこともあったんですけど、なんだかんだこの量で落ち着いたっていう感じですね。でこのベゴニアを集めてる間にもウィローモスをね続々と回収してます。結果とんでもねえ量のウィローモスが回収できました。ブセファランドラ育成水槽っていうよりもうウィローモス養成場ですね。でもほらブセファランドラこれ見てください、ちゃんと育ってますよ。しっかり根が伸びてますよね。めちゃめちゃいい感じです。結局ウィローモスが大量にあったおかげで水しぶきがろくに当たらなかった、この水槽全体にね水しぶきがろくに当たらなかった状態でもウィローモスがあったおかげでしっかりとブセファランドの周りの水分は維持ができたということで、結果ね成長につながりましたと。もしこのウィローモスなかったらもしかしたら乾燥して枯れちゃってたかもしれません。本当に助かりました。さあパイプを直した状態で水を流していきますが、どうでしょう、水の流れはいい感じじゃないですか。これ良くないですか。ちょっとね向き変えて岩に水流を当てるだけで水槽全体に水しぶきがしっかり跳ねるんですよ。いい感じに全体がウェッティな感じになりました。さあどうでしょう、このウィローモスを取り除いた状態でブセファランドラしっかり成長してますよね。みずみずしい感じが最高ですよね。ここまで来るのに2年かかりました。長かった。これでもね結構育った方なんですよ。ちょっと前回の動画と比べてみましょう。全然違いますよね。これ二回りぐらい成長してますよ。で根もねしっかり生えてソイルからブセファランドラが栄養を吸ってくれてます。この2年間ブセファランドラのトリミングは一度もしてないです。株分けもしてないです。比べるとなんだか株の量が増えたというかね、ちょっと密集してる感じしませんか。ブセファランドラの量が増えたっていう感じがしっかりしますよね。これだけ放置してこんだけ増えたらほんと楽ですよね。パルダリウムって結構管理が面倒なイメージがあったんですよ。なかなか乾燥させないように霧吹きを毎日したりとかそういう風なイメージがあったんですけど、これならね手軽にできました。皆さんでトリミングってどのぐらいの頻度でやってますか。水中と水上栽培で全然違ってくるとは思うんですけど、水中だと僕はだいたい2ヶ月に1回くらいですねトリミングしてます。というか水草が伸びまくってボーボーになっちゃって、なんか根元の葉っぱが枯れてきたんじゃない、なんかやばくねみたいな状態になったらトリミングしてます。なのでこういうねなんかちょっと成長の遅いパルダリウム水槽なんかタイミングがねよくわからなくて、特にねこのパルダリウム水槽放置できちゃうんで半年超えはもう当たり前なんですよね。もう全然手を加えなくても枯れる心配がないんで、トリミングするタイミングがよくわからないというか、放置してしまったらもうほんととことん放置できちゃうっていうような状態です。皆さんはねどうですか。パルダリウムやってる方どのぐらいの頻度でトリミングしてますか。よかったらコメントで教えてください。今回僕2年ぶりにこの水槽にメス入れました。まあとんでもない量のゴミが出ましたね。このウィローモス、燃えるゴミに捨てていきたいと思いますでまたラップしてこの水槽封印します。はいこのままねまたブセファランドラ育てていきますよ。もうちょっと大きくしたいというか、もうちょっとね株をねちっちゃい株もあるんでもう少し大きくしていきたいですね。ブセファランドラってなかなかね難しいよって思ってる方多分いると思うんですけど、この方法でうまくいくのでぜひねチャレンジして、真似してみてください。概要欄に使った材料とかあと以前の動画もねリンク貼っときますのでぜひ参照してください。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。これね最後戻すのめちゃくちゃ大変でした。やっぱ重たいですね重たい。20キロは重たいよ。ほんと大変でした。はい